はい、今日は、1泊2日でローマに弾丸旅行やってきました。ローマの駅です。いやー、ロンドンとまた違って綺麗な街並みですね。着いて早速ちょっとお腹も空いてるんで、近場のパニーニ屋さんに寄ってきます。いやー、これ見るだけで選ぶの迷いますよね。どれも美味しそう。結局このバジル入りの、パニーニにしました。バジルと、ハムとチーズですかね、クリームチーズみたいなのが入っててすごい美味しかったです。コロッソの時間を予約してたので、パニーニも本当に外で5分ぐらいで平らげました。ではいざコロッセオの中へ。いやー、圧巻ですね。やっぱりこの中でグラディエーターたちが戦ってたと思うと感慨深いですよね。ちなみにこの上からも行けるんですけど、下も、ここで見て分かるように下にも行けます。これが下からの景色になります。サルテイ。はい、これから、予約している Airbnb に向かいます。こちらです。ただイタリア人さすがですね。着いても10分15分ぐらい待たされました。でこちらが部屋になります。部屋は結構広めで、はい、綺麗でしたね。シャワーも完璧でした。これから、夜ご飯に向かいます。こちらちょっとイタリア人の同僚におすすめされたお店です。トンナレッド、観光客も多いんですけど、この地方の、パスタ、カルボナーラが有名らしいんですけど、それも食べれます。こちらが、この地方でも有名な、皆さん分かりますか？アーティチョークです。アーティチョークの丸焼きみたいな感じですね。結構見ると食べるとこが少なく見えるんですけど、この中の方はホクホクでタケノコみたいな感じですね。で外はカリッと揚げてるんで、なんかポテトチップスみたいな感じで、丸ごと全部食べれました。これすごい美味しかったです。でこちらが、ハウスワインです。イタリアの方ってみんなもうハウスワインしか飲まないんですよね。だからハウスワインのクオリティがめちゃくちゃ高いです。はい、こちらがお待ちかねのカルボナーラです。結構想像してたよりも麺が太くて、なんかつけ麺の麺みたいですよね。こちらはミートボールパスタです。こちらのカルボナーラなんですけど、やっぱりクリームを使ってないんですかね。だからイタリアのカルボナーラってクリーミーというよりは本当にチーズの味がガツンときます。でこちらも自家製のミートボール、すごい美味しいです。で食後は、近くにあった評価の高いワインバーにやってきました。1杯目2人とももちろんイタリアワインです。でちょっと外が寒かったので店内に途中で移してもらいました。結構家族経営で
お父さんお母さんと息子が喧嘩してるのとか結構面白かったです。こちらもローマに近いワイナリーのワインです。試飲もさせてもらえてすごい良かったです。あと値段も本当に良心的です。一番良かったのはこれですかね。このハムとチーズとフルーツの盛り合わせと、このハムのクオリティがめちゃくちゃ高いです。で最後は何といってもイタリアはジェラートですよね。エスプレッソ。エスプレッソも日本だとありえないと思うんですけど、意外とこう飲んだ後に飲むとすっきりしてていいです。はい、おはようございます。今日は、朝一からバチカンに向かいたいと思います。ネットの情報によると朝行く方が人が空いてていいらしいです。はい、バチカンが前方に見えます。ここがバチカンの入り口ですね。そう、こうやってゲートがあるんですけど、本当混んでる時はここをずっと並んで何時間も待つらしいですね。いや、朝来てよかった。待ち時間は本当に30秒ぐらいで入れました。はい、こちらが、バチカンの象徴とも言われるサンピエトロ寺院の中です。さすがキリスト教の中心とも言われるバチカンですね。この教会も教会建築としては世界最大級の大きさを誇るみたいです。ちなみにもうバチカン全体、国全体がバチカン市国としてユネスコの世界遺産に登録されているそうです。ちなみに、バチカンの、サンピエトロ大聖堂に入るのは無料です。ただ上に上がるには、追加料金で10ユーロ払わないといけないです。ここまで来たら絶対上には上がるべきですけど、動画見ても分かるように結構きついんですよね。なので体力に自信のない方はおすすめできないです。ただこの景色が最高なので、頑張りたいという方はぜひ見てみてください。歩き疲れたので、このカフェで一杯エスプレッソをいただきます。こちらがパンテオンです。ちょっと今回1泊2日の旅行だったので中には入りません。結構朝早起きしてまたお昼ご飯まで時間あるので、こちらで軽食、ちょっとパニーニをいただこうかと思います。これも結構有名店で、パニーニの中でもこの豚の丸焼きが有名なんですかね。丸焼きの切り身を挟んだパニーニが、店内はこんな感じです。チーズとかも売ってますね。はい、こちらが焼き豚のパニーニです。美味しそう。このサイズでかいですよね。2人で1つにしててよかった。また歩いてこちらのスペイン広場にやってきました。ローマの休日で有名ですよね。
その足でトレビの泉にも来ました。ただここは観光客がほんとすごいですね。写真がなかなか撮れません。この角度の方が見えやすいですね、泉が。空港に行く前に最後のご飯です。結構席数の少ない人気店でパスタをいただこうと思います。ラストペローニ。ここではイタリア人の友人に勧められた、アマトリシアーナを頼みました。でもちろんカルボナーラも食べました。このアマトリシアーナなんですけど、カルボナーラ、ちょっとクリーミーなトマトソースみたいなパスタですごい美味しいですね。でここのカルボナーラ、昨日と同じようにちょっと、チーズの味がすごいガツンとくるんですけど、もう少しクリーミーな感じです。いやー、麺がもちもちしててイタリアのパスタ美味しいですね。最後のワインをいただきます。でちょっと夜ご飯には中途半端な時間なんで軽く食べて帰りたいと思います。ブラータのサラダです。早速オープン。ここから全体、中央市場の全体見渡せるんですけど、いろんなお店もあって活気があって、すごい楽しいです。やっぱ食後は甘いもの食べたくなりますよね。マリトッツォ美味しそう。誘惑に負けて一つ買いました。いや、この味がたまらないですね。甘すぎず日本人はもう大好きだと思います。じゃあバスで空港へ向かいます。はい、これで、ローマ1泊2日の旅行を終えたいと思います。でも意外と1泊2日で全部見れましたね。バチカン、コロッセオ、トレビの泉、スペイン広場、行きたいところ全部カバーできたので、美味しいものもすごい食べれて、うまいもの見て最高の旅でした。では See you again!